11月の日曜日、夜の9時過ぎ、私は自分の家の食卓にリフォーム業者3社の見積もりを並べています。屋根と外壁の塗り替えです。どの会社も去年より高くなっていると言います。一番高い業者と一番安い業者で38万円違いました。一番安い業者に丸をつけようとして私はペンを置きました。10年前、会社で一番安い業者に丸をつけて痛い目にあったからです。一番安いものを選ぶのは悪いことではないと思っています。ただ10年前の私は見積書に書いてある数字だけを見て決めました。その時見なかったものが後から別の費用になってうちの工場に出てきます。1個いくらという部品の見積書には一度も出てきません。見積書に出ないまま減っていたお金の話です。デフレでどこの会社も仕入れ先を見直して安くしろと言われていた時期です。私はある部品の見積もりを3社から取りました。一番安い業者に丸をつけました。それが新しい仕入れ先です。前の会社より1個あたり30円安い。年間で5万個買う部品です。年150万円です。私は一度新しい業者の工場を見に行く日を決めかけました。でもやめました。値段はもう決まっているのだからと思ったからです。決済をもらう稟議書にはいくら安くなるかを書く欄がありました。その分何が増えるのかを書く欄はありませんでした。ハンコが5つ並び、部品は数ヶ月後から新しい業者に変わりました。なぜ私はリスクを書く欄がないことを不思議に思わなかったのか。変えて1ヶ月目の受け入れ検査でした。届いた部品の何本かが寸法の許される幅からわずかに外れていました。返品して突き返せば翌日の組み立てが止まります。そのまま通せば何が増えるのか想像力が足りませんでした。私は新しい業者に電話して今回だけこのまま使わせてくださいという要請書を出してもらいました。新しい業者に帰ったのは要請を受け入れるという結果だけであの寸法で通ると伝わりました。次に届いた分から外れる幅が少しずつ広がっていきます。私が見ていたのは明日の組み立てが止まるかどうかだけでした。3ヶ月目にうちの受け入れ検査の班長に手招きされました。棚の裏に赤い不良品の表示札を貼った箱が置いてありました。先月1月で80本だ。1本直すのに10分かかる。箱の横で若い人が2人黙って部品を調整していました。うちの受け入れ検査は全数を人の目で見ることになっていました。100本に2本の外れを見つけるために100本全てを見ます。すでに納品先へ出した分も見直すため、その倉庫へ選別を頼んだ会社から4人入ってもらいました。選別を頼んだ会社からは後で請求書が届きます。うちの工場の人が使った時間には請求書はありません。他にできる仕事があるのにその時間がここへ消えています。どちらも新しい業者には請求せず、部品の見積書の単価には載ってきません。組み立てが待たされ、納品先への納期が3日遅れました。私が丸をつけたあの安い数字はどこへ行ったのか。あの日の私にはそれを言葉にできませんでした。全数を見る作業はしばらく続きました。半年経った頃、年度計画の策定で去年いくらコストダウンしたか書く機会が回ってきます。そこに何も書けず、私は先輩のところへ行きました。コストダウンしたお金ってどこへ行ったんですか？先輩は紙を3つに分けました。1つ目、起きないように使った分。家で言えば塗る前に下地を直す欄です。2つ目、確かめるために使った分。塗った後に見て回る欄です。3つ目、起きてしまってから使った分。剥がれてから塗り直す欄です。品質にかかるお金はこの3つに分けて数えるのだと教わりました。伝票と作業日報を2人でめくります。全数の選別を私が確かめる欄へ入れると、先輩はそれは違うと言いました。普段の受け入れ検査が確かめる欄だ。外れが出たから始めた選別は起きてしまってから使う欄に入る。起きてしまってから使った分が98万円。そのうち直すのに使ったのは25万円です。残りの73万円はどれが外れかを探すために使ったお金でした。私がコストダウンした部品の金額は半年で75万円。私がコストダウンした額より不良で支出した額の方が大きくなっていました。確かめる欄は普段のままです。起きないように使った分は0円でした。
これは買った後に数える表じゃない、買う前に埋める表だ、と先輩は言いました。その紙を持って私は品質保証部と新しい業者へ行きます。外れが出ている工程を一緒に見せてほしいと頼み、1ヶ月間通い続けました。それから半年で外れはほとんど出なくなりました。棚の裏の赤い不良品投入箱は空のまま置いてあります。悪かったのは見積書ではなく、見積書の単価しか見ていなかった私の方でした。今は部品を変える前にあの3つの欄を自分で埋めます。それでも埋まらない欄があります。私の会社の営業担当がお客さんに頭を下げた分はどの紙にも入っていません。数え切れているのかは今も分かりません。食卓の3枚の見積書をもう一度見ます。塗る前に何をするのか、仕上がりをどう確かめるのか、もし不具合が出たら誰がどこまで直すのか。書かれていないことは明日業者に聞きます。一番安い会社を選ぶかもしれません。でも安いという理由だけではもう丸をつけません。買う前に考えておくべきお金は見積書の外にもある。10年前の私はそれを買った後で知りました。この先も身近なものの裏側を一緒に掘っていきます。役に立ったと思ったら高評価を押してください。チャンネル登録をしてもらえるととても励みになります。